地球の毛南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。僕の右手が見えません。どうですかこれ。なんか久しぶりな感じしますね。ね、なんかね、そう。まあいっぱい並べてみたんですけども、プラザクリエイトさんの作るんですシリーズなんでね。ドールハウス全部作り込まないといけないんですけど、いやこれ結構ね時間かかるんですけど、可愛いんですよね、一個一個が。お値段がですね、だいたい3000円から5000円ぐらい。まあ本当いろいろあるんで値段はまちまちなんですけども、僕の知ってる中のドールハウスで一番安い。なんで安いのかなっていう、これ自分なりの考察なんですけども、本当に全部一から作るの。花一つも花びら一枚一枚つけるとか、結構ねやりごたえがあるキットなんですよね。で他にも 3D ウッドパズルっていうジャンルがあって、まあそれちょっと紹介しますけども、こういった感じの木をレーザーでカットしてるんですけど、めちゃくちゃおしゃれじゃないです。これね、ちゃんと壁にね窓枠とかなんか結構書き込まれてるんですよね。機関車なんかはちゃんと炭の入れる、あれ炭入れるなんていうんだろうね、ああいうのなんかこうカパカパあるじゃない、あれとかあとメーターとかなんかね全部焼き付けてあって、なんかねそんじょそこらのね 3D パズルとは全然物が違うんですよ。もうほら他にもこんな感じで、ほらこうなんか作り込みがすごいんですよ。そうですね。でこれで1980円ですよ。めちゃくちゃ安いんですよ。でもこれ一目惚れしちゃって、他にもですね 3D ウッドパズルシリーズなんですけど、これねマーブルコースターってね、こう自分で動かしてで球がこうカラ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 って動くね。懐かしいですね。懐かしいよね。グリーンモールあります。グリーンモールあったね。グリーンモール分かれてるのかな。ゴーツ市のねグリーンモールね、球がひたすらこうねエスカレーターに乗ってってぐる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 ってね降りていくのがあったんですよ。これとかすごいですよ。これ機関車の中がこう歯車がねいっぱい入ってるんですよね。これをゼンマイ式で動くんですよ。ギアがカタ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 って中が動いてるんで、これをずーっと見てられるっていうね、こういうキットもあるんですよ。これがね歯車が動くのをぼーっと見る気持ちよさね、ずっと見てられるわこれ。もうなんか作りたいのいっぱいあるのよね。まあこんなに種類あるわけじゃないですか。地球堂のウィンドウケースにこれ作って飾ろうと思ってるので、じゃあ今回はこちらね、マーブルコースター、さっき言ったねボールがねくるくるくるって動くやつをね作ってみたいと思います。これね結構子供受けするって聞いたんでね、お店で遊べるようにしてみようかなと思います。はい、それでは今回これを作ってみたいと思います。じゃあ改めまして今回作るのがですね、プラザクリエイトさんの作るんですっていうシリーズで、今回はマーブルコースターですね。これ作ってみたいと思います。このギアがねこうカタカタカタってこう完成した後に動く様がですね、なんとも癒されるんですよね。完成後にね皆さんにも見てもらえたらと思います。はい、で今回ですね用意する工具といえば、まあデザインナイフ、やっぱね木工用ボンドがねいいんじゃないかなと思います。あと歯車のところにささくれとか起きたりするので、まあ、ヤスリ、この中にヤスリついてるみたいなんですけども、まあしっかりと面を出すために棒ヤスリ、まあ、この3つぐらいがあればいいのかなと思います。それでは箱開けてみましょうかね。箱がもうこうすぐおしゃれなんですよ。ちょっと待って、封印されてる。ああいいか。なんかもうプレゼントに良くないこれ。これ仕入れるようになってからすごい女性客も増えて、なんか百貨店とか本屋さんでも見たことあるとか言ってましたよね。なんかこんな感じでレーザーカットされてるんですね。なんか木目なんか本当に癒されるね。ね、ちょっと木の匂いがしますね。するする。いいな。あ、そうだ。この模型を作るために僕ねわざわざね用意したものがあるんですよ。これとほら。これね職人片木さんのね立ってなさいってやつなんですけどね、これに立てたらめちゃくちゃおしゃれな気がするんでちょっと用意して形から入ろうじゃないかと、大事でしょ。はい、それじゃあ早速開けて作っていきたいと思います。いやー部屋中木の香りが、これいいね。やっぱこうちょっとモチベーション上がるわ作っていくんですけども、説明書のこの1ページ目がすごく大事そうなんですよ。注意事項がまあこのような感じでいろいろあるんですけど、ここの部分をきちんと丁寧にやっておかないと歯車が途中で引っかかったりとか、まあ僕も作ってる中でね、ここ気をつけた方がいいなっていうのはまあしながら作っていけたらと思います。結構指でも取れちゃう、取れちゃうんですけども割れると怖いので、やっぱデザインナイフ使った方がいいかなと思うんですけど、ナイフなくてもほらこう取れてはいくんですよね。こうつなぎ目がね数箇所あって、ここをちょっとこう切ってあげて、よっぽどのことがなければ、手で大丈夫ですけど、ちょっと外れにくいところはナイフなんかでね切ってあげるといいんじゃないですかね。はい、じゃあパーツをねこう全部ばらしたんですけども、このささくれがひどいところはこうヤスリがけとかきちんとねこうやって全部してあげてます。はい、で早速組み立てていきましょうかね。すごいねパーツのはまりがいいんですよ。パチッと綺麗にはまるので、
分かるとか、このなんか隙間なくこうぴっちりと横から見てもほら、こう奥までこうグッと入ったところがねめっちゃ気持ちいいのこれ。パーツのね収まりがいい。はい、こんな感じで組み上がりました。ここは濃い茶色なんでなんかもうおしゃれですもんね。あとここにさっき言ったパーツの番号が全部振ってあるんですけど、全部同じ向きを向くようになってるんですよね。見る方向で全部そのパーツのナンバーが見えてたら、まあ向きは合ってますよっていうことが分かるので、考えられて作られてますよね。ほんとねすごいこうかっちりしてるんですよ。なんか癒されるね、なんかこう木の香りの中ね。本当ですね。はい、そんな感じでどんどん作っていきます。実はですね、この木製のパーツの中にですね、ツールが入ってるんですよ。これレンチというかね、なんかおしゃれですよね。これなんか工作終わった後でも取っときたいような、こんなレンチがついてるんですけども、これがですね物差しになっていて、言ってこうやって動かすもんですから、軸がねいっぱい入ってるんですよ、この金属棒が。でこれが長さがもうバラバラなので、これで物差しでね探していくんですよという感じで、かなりね親切ですよね。次はエレベーターっていうんですかね、スチールボールがこう上に上がっていくパーツを作るんですけども、ここら辺のねディティールがちゃんと凝っててね、すごく素敵なんですけどね、ここの部分が作り方が多分難しいんでしょうね。説明書がすごく丁寧で QR コードでこうね動画で確認できるっていうね、これなんか時代だよねとっくん。ですね。すごい。詳しくは動画でっていうね。あとここにね注意事項アイコンが、ここをね守らないとほんとスムーズにいかなくなりますんで、このなんかこうブロックをねこう押し当ててるようなアイコンなんですけど、このブロックは何かというとこうワックスが入ってるんですね。なんだろうこれ、ろうそく触ってるような感じっていうか、ろうそくなのかな、ろうなのかもね。匂いはないな。よし、僕は QR コードを見ずにクリアしてやるぜ。定期ゴムと大体なんかまずいことになりそうだよね。はい、完成しました。これねめちゃくちゃかっこいいですよ。ここのなんか感じとか、エレベーターですよ。なんか外見もすごくこう意識して考えて作ってるなみたいな。これほんとかっこいいわ。なんかね建設したって感じがする。これ建築だ、建築。いいねいいね。よしよし、この調子でいこう。まずはじゃあエレベーター部分完成しました。じゃあ次はね何やらアームみたいなものをね作っていくんですけども、これがですね観線図から察するになんかものすごい面白い動きをねしそうじゃないかなと。まあもうこれ動かしてみようかね。いやこれめっちゃ楽しみだな。はい、じゃあ作ってみます。完成しました。これ特殊なアームですよ。この動きほら、ズーンって感じでね。一時流行ったテオヤンセンってやつですかね。わかります？テオヤンセン。ちょっと検索してもらったらすごく気味の悪い木造の物体がカサカサ動きますから、テオヤンセンちょっとぜひ検索してみてください。なんかそんな感じにね似たようなこのアームの動きしてますよ。これすごいな。なんかめちゃくちゃなんか緻密に計算されてできてるのがね、この歯車のこの、ね、完璧な愛を見てね思うわけですよ。これずっとやってられるよこれ。めちゃめちゃ黙々と作ってましたね。そうすげえ楽しかった。そうね、黙々とやってたね。本当夢中になってましたよ。いやーこれ楽しみだな。はい、じゃあいよいよねこのアームのところをツールでレンチになってますから、これで留めていきます。これは取っ手になるんだろうね。こうやって回すよね。しっかり締まるもんだな。すごい、こうやってグッとこう2つで締めるとしっかり留められましたね。できましたよ、取っ手が。やっぱりヤスリがけとかねワックスを丁寧にやったんですごい滑らかですよ。ほら、よし、風が楽しみだ。よし、ちょっとお団子休憩。今日のおやつは3色団子でございます。もぐもぐタイムです。もぐもぐタイム。なんかたまにこの手の団子めっちゃ食べたくなるよね。いやわかるっす。わかる、レジ前に置いてあるところ結構ワナコーナーだよね。コンビニのね。ワナコーナーです。なんかついついこれ勝手に手伸びたわ今日。でもちょっとやっぱ甘いの食べると元気になるね。はい、こんな感じで完成しましたよ。エレベーターが上にこう上がってます。結構ふいっと上がるね。ほら、ふいっと。とっくん、すっごい時間かかったけど。そうですね。あれからどれくらい時が経ったでしょうか。もう見てください。一応完成しましたよ。これね結構いろんなギミックがあって、一番興奮してたこのエレベーターがあって、この真ん中これ要塞チックなね滑り台なんですよ。この穴がね2個。ここなんかハラハラゾーンですよ。もう横壁ないですから。ここでカタカタして、でここに戻ってきて、でループしていくと。やっぱり一番目立つのはこのギアの刃とこのエレベーターなんですけど、こっち側もね見応えがあって、こう360度ねかっこいいですよこれ。
なんか夜の高速道路から浮かぶなんかこう工場みたいだよね。そうですね。わかるこの例え。夜の高速道路にさ、なんか下からライトアップされてる工場みたいなむちゃくちゃテンション上がるやつね。なんかそんな風にね、これほんと要塞みたいなかっこいいですね。じゃあこれは早速ちょっと動き見てみましょうか。はい、時間かかったね。はい、やってみます。というわけでギアのねこのカチカチカチって音がね、ずっと聞いてられるというか、このまま寝ちゃいそうというかいやほんとねすごい見ててこう気持ちいいですよね。これ地球灯のねウィンドウに飾っておきたいと思います。今回紹介したものがですね、プラザクリエイトさんの作るんですシリーズの 3D ウッドパズル、こうやって、ね、動かすことのできるねやつをやってみたんですけども、こういう飛行船とかドールハウスとか可愛いのいっぱいありますから。でプラザクリエイトのね作るんですって調べると全商品画像載ってますんで、うちでもですね全部取り寄せようということで何回か注文してるんですけども、その時に入らなかったりとか入ってもすぐ売れたりとかまだまだ本当にねいっぱい種類あるので、ぜひぜひ検索してもらえたらと思います。はい、こんな感じでね今日は終わっていきましょうか。はい、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。